どうもコロッケくださいです。今回は先日配信が開始された新作ゲーム、ゼンレスゾーンゼロからエレン城を作ります。ゼンゼロは崩壊スターレイルや原神でおなじみのホヨバースが制作する最新都市ファンタジーアクション RPG です。ストーリーを簡単に説明すると、コローという異常な球状空間により、現代文明が崩壊した世界を冒険するといった内容です。そんな世界で、現代文明の最後の光であるシンメリーと、その中にあるビクトリア火星という火事代行派遣会社でアルバイトする少女が、今回制作をするエレン城です。この子の特徴は何と言っても、大きなサメの尻尾ですね。尻尾以外でも、家ではサメの服を着ていたり、携帯の待ち受けもサメだったりします。かわいい。本当にいたよ。ルビーを探したぞ。後でノート行こう。あの店オープンしたって。3人で行きゃいいじゃん。みんなで行ったら楽しいよ。なんだこのメイド、うせやがれ。時間の無駄だ、やれ。残業あんたらのせい？可愛くてかっこいい。戦うメイドさん、いい。そんなエレンのゲーム内での実際の戦闘シーンはこんな感じなんですが、ゼンゼロは戦闘シーンがめちゃくちゃかっこいい。この動画を作っている今現在はちょっと忙しくて、ゼンゼロはまだ遊べていないのですが、この動画の作業が終わったらすぐにプレイするつもりです。エレンちゃんを早く引きたい。さて、顔ができたところですね。ドリルで穴を開け、アルミ線で体の芯を作っていきます。芯材のアルミ線は太さ2ミリと3ミリを状況によって使い分けます。アルミ線は加工しやすいのが良い。今回、芯材の上にマジックスカルプを全体的に薄く盛っています。いつもはあまりやっていないのですが、マジスカは強度が高いので、粘土を盛る際に腕や足の角度がずれにくくなります。今回は大きめの尻尾もあったので、全体のラインは最初に決めた方がいいかなと。マジスカの上に粘土をどんどん盛っていきます。この辺りもいつもと若干作り方が違うんですが、いきなり下半身にも粘土を盛っています。いつもの流れだと、まず上半身を作り、一度固めてから下半身を作るのですが、芯材がマジスカで補強されているので、一気に作っちゃおうかなと。この作り方だと上半身と下半身のバランスを細かく調整できるので、正直、毎回この方がいいのでは、みたいなところもあります。ただ、一応デメリットもありまして、それはおいおい話そうかなと。腕に粘土を持っています。今回腕は服で隠れたりしないので、しっかりと形を作り込みます。指は細くて折れやすいので、しっかり焼いて強度を上げないと後で泣くことになります。作業中に折れて紛失して作り直す、というのを何回やったことか。体ができたので続いて尻尾を作ります。エレンの尻尾はかなり大きいので粘土をどんどん持っていきます。この尻尾を太くしてくれたのは、もう完全にわかってる人の仕事だなぁと。感謝しかない。尻尾の先もしっかりと作ります。このトゲトゲしてる感じもめっちゃいい。ここからは服を作っていきます。まず薄く伸ばした粘土を素体に着せ、しっかりと食いつかせます。尻尾を通す用の穴を開けます。尻尾は取り外せるように分割をしているのですが、先ほどちらっと言ったマジスカを芯材にした時のデメリットがこの辺りにありまして、分割作業はいつも映像にはしていないのですが、
基本的にはデザインナイフでカットして中のアルミ線も切り、みたいな流れでやっていまして、この時、中にマジックスカルプがあると、硬すぎて全然切れないんですよね。もっと言うと切った後も大変で、切った後はダボというパーツを組むための凹凸を作るんですが、それを作る時にも中のマジスカが邪魔になるので、一長一短かなという感じです。シワを造形。胸元はなるべく元のラインが崩れないように真ん中に粘土を盛ります。どことは言いませんが尖ってますね。ホヨバースのゲームのキャラを作るとき、毎回言っているんですが、本当に衣装の情報量が多い。でも今回は割と楽な方かなとは思います。過去一衣装の情報量が多かったのはフリーナですかね。全体込みならこの前作ったホタルとサムが一番大変でしたが。でもやっぱり改めて、ホヨバースのキャラデザの良さはすごいですよね。属性や情報量がかなり詰まっているのに、デザインとしてちゃんとまとまっている。今回のエレンで言うと、ごっつい武器を持った怠惰なサメメイド、とそれだけ聞いたら、属性盛り盛りすぎではとなりそうなところですが、実際ゲーム内で動いてるのを見たら、サメメイドいいじゃんってなりました。僕の好きな属性ばかりだからというのもありますが、グール系、メイド、強い、動物系、とピンポイントで好きなものばっかりで、こんなの好きになるじゃん、という感じです。と語っているうちに髪の毛を作っているところですね。髪がショートなのも良い。ショートはデザイン的にも好きだし、造形カロリー的にも好きです。ロングヘアは作るのめっちゃ大変なので、髪の装飾です。この装飾もですが、エレンは全体的にトゲトゲしてますよね。最後に武器を作ります。まずプラ板をカットし、刀身の形に切り出します。形状が複雑そうな部分はマジックスカルプで造形します。武器ができたので組み立てます。原型完成です。塗装していきます。まずは全体に白サフを吹き、肌から塗っていきます。続いてクロスグレーで服を塗ります。足はタイツを履いているので、下地にキャラフレッシュを吹いておきます。下地を活かす感じでタイツっぽく塗っていきます。太ももあたりのひし形の模様は、マスキングテープで塗り分けます。服の細かい部分は筆で塗ります。髪の毛の塗装です。細かい装飾は筆で。面装です。いつものことながら難しい。尻尾の塗装です。傷は筆で塗り、色味を調整します。カットしたマスキングテープに筆で絵柄を描きます。よくコメントで絵を描いてくださいとか言われるんですが、一応これも絵ということで、これでどうでしょうか。武器の塗装です。クロスプレー。
ガンメタルの順に塗り、ガンダムマーカーで塗り分け、最後に台座の塗装。やっと完成です。Hurry up and get it down, but don't run my patience to the ground. If you need me here, this shot's gotta fly, don't you know? Yeah, you better keep it down. When I try, I'm second to none. You will get to say hello to my jaws. This shot's gotta fly, don't you know? いつでも最大